今日は恵方巻きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は恵方巻きを作りたいと思います。はい、ということで今回はもうすぐ節分ということで、節分の日に食べる恵方巻きを作っていきます。恵方巻きの具材もね、今いろんなものがあるんですが、今回はベーシックな具材を7種類入れていきたいと思います。そしてその中の具材のかんぴょうとしいたけの甘辛煮、そして卵焼き、こちらの3つは手作りしていきたいと思います。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに、椎茸の甘辛煮の材料をご紹介します。材料はこちらです。干し椎茸、お醤油、みりん、お酒、お砂糖、だしの素、そして干し椎茸の戻し汁も使っていきます。ということで、椎茸の甘辛煮はこちらの材料で作っていきます。こちら椎茸なんですが、干し椎茸を使います。そうすることで戻し汁も利用できるので、ぜひね、干し椎茸を使って作ってみてください。それでは続いて、かんぴょうの甘辛煮の材料をご紹介します。材料はこちらです。かんぴょう、お水、お醤油、お酒、みりん、お砂糖、塩、だしの素、こちらの材料を使って作っていきます。味付けなんですが、甘辛煮ということでベーシックな材料で作っていきます。味付けのポイントはこちら、だしの素です。少しだしを入れて味わい深い仕上がりにしていきたいと思います。今回ね、お水を使うんですが、だし汁を使っていただいても OK です。その場合はだしの素を抜いて作ってください。今回使うだしの素はかつおだしになります。続いて中に入れる卵焼きの材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、お水、みりん、お砂糖、白だし、そして焼くときにサラダ油を使います。まず卵なんですが、L サイズの卵を2つ使っていきます。M サイズの場合は3つでもいいかなと思います。そしてお水ですね。こちらお水を加えていただくと卵が柔らかい食感に仕上がります。そして味付けなんですが、今回は白だしを利用していきます。こちら白だしはですね、いろんな濃縮があると思いますので、味の濃さはお好みで調整してください。今回私が使っている白だしは8倍濃縮の白だしになります。それでは続いて寿司飯の材料をご紹介します。材料はこちらです。ご飯、お酢、お砂糖、塩、こちらの材料で作っていきます。まずご飯なんですが、こちらは炊きたてのものを使用してください。そしてお酢ですね。今回は米酢を使用していきます。米酢を使用していただくとまろやかな仕上がりになります。もしない場合は穀物酢でも OK です。穀物酢だと少しね、あっさりとした仕上がりになります。そしてその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。煮穴子、桜でんぶ、きゅうり、蒸しエビ、手巻き海苔、こちらの材料で作っていきます。まず煮穴子なんですが、こちらはスーパーで買ったものになります。少し温めてから使ってください。あとは蒸しエビですね。こちらは開いているものを使っていきます。そして手巻きの定番ですね、桜でんぶも入れていきたいと思います。この具材に関しましてはお好みのものを入れていただいて大丈夫です。7種類の具材を入れて作ってみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに椎茸の甘辛煮を作っていきます。まずはじめにですね、こちら椎茸をボウルに入れて、そしてお水を入れてください。まずこの椎茸を軽く洗います。軽く洗ったら一度水を切ってください。そして椎茸が浸かるぐらいですね、お水をまた入れてください。だいたい 200ml ぐらい入れていただくといいかなと思います。そうしましたらこのまま椎茸を戻していきます。だいたい 4,5 時間ぐらいで戻ると思います。大きさにもよるんですが、こちらは様子を見ながら調整してください。はい、今ねちょうど5時間ほど経ちました。このようにしっかり椎茸が戻ってます。そしたらですね、こちら椎茸を絞ります。そしてこちらの戻し汁ですね。これは 100ml 使うので 100ml だけ取っておいてください。それでは椎茸を切っていきます。だいたい 5mm 幅ぐらいで切っていきます。軸がね思いっきりついてるものに関しましては軸を切り落としてから切ってください。はい、このように切ってください。それでは今からこちらを煮ていきます。小鍋にまず椎茸を入れてください。そしてここにお砂糖、みりん、お酒、お醤油、だしの素、そして椎茸の戻し汁を加えます。これを一度混ぜましょう。
しっかり混ぜたら火にかけます。火加減は中火です。一度このまま沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したら火加減弱火にします。そしてこちらクッキングシートで作った落とし蓋です。こちらを上にかぶせます。やけどしないように置いてください。そしてこのまま弱火で15分煮込んでいきます。はい、15分経ちました。落とし蓋を取ります。今ね、こんな感じで水分もなくなってきてます。そしたら火を止めます。はい、椎茸の甘辛煮はこれで完成です。こちらはバットに開けてしっかりと粗熱を取って冷ましてください。それでは続いてかんぴょうの甘辛煮を作っていきます。まずはじめにこちらのかんぴょうをボウルに入れて、そしてさっと水洗いしてください。はい、で水洗いしたらここに塩を入れます。そして塩もみをしてかんぴょうに弾力が出るまでしっかりと揉み込みます。はい、今ね1分揉み込み終わりました。そうするとこんな感じでちょっとねかんぴょうが太くなったの分かりますかね。このように弾力が出てきます。そうしましたらこちらの塩を洗い流してください。はい、そして塩を洗い流したらお水に浸してこのまま10分置きます。この後ね下茹でしていくんですけれども、このように塩もみしていただくとこのかんぴょう自体が水分を吸収しやすい状態になります。よって柔らかい煮上がりになります。なので必ずね塩もみは行ってください。それではこのまま10分置きます。はい、10分経ちました。そしたら水を切ってしっかりと絞ってください。はい、OK です。このようにかんぴょうが戻りました。それでは下茹でしていきます。まずね、小鍋にお湯を沸かします。かんぴょうが浸かる程度のお湯を沸かしてください。はい、沸騰しました。沸騰したらここにかんぴょうを入れます。そしてこのまま10分茹でていきます。はい、このように柔らかく茹で上がりました。そしたらこちらは一度湯切りします。今湯切りしました。そしたらね、ここで水分を絞りたいんですが、今熱々の状態なので、さっとね、水洗いして触れるぐらいになるまで冷まして、そしてギュッと水分を絞ってください。はい、かんぴょうの下茹ではこんな感じです。このようにとても柔らかくて弾力のある仕上がりになってます。それでは今から味付けしていきたいと思います。それではね、先ほど使った小鍋の中にかんぴょうを入れてください。そしてここにお水、お醤油、お酒、みりん、お砂糖、そしてだしの素を加えます。加えたら一度ね混ぜてください。ざっと混ぜたら火にかけます。火加減中火です。このまま一度沸騰させましょう。はい、沸騰しました。沸騰したら火加減弱火にします。そしてここにクッキングシートで作った落とし蓋をします。普通の落とし蓋でも OK です。はい、それではですね、このまま15分煮ていきます。目安としては汁がなくなるぐらいですね。そのぐらいになるまで煮詰めてください。はい、15分経ちました。そしたら落とし蓋を取ります。今ね、ほとんど煮汁がない状態になってます。そしたらですね、落とし蓋を取って火加減弱めの中火ぐらいにします。そして最後ですね、1分ほど加熱してください。はい、OK です。火を止めます。かんぴょうはこれで完成です。このようにしっかり味も染み込みました。それではですね、バットに開けて粗熱を取って冷まします。あとは包む時に海苔の大きさに合わせてカットしてください。かんぴょうの甘辛煮はこれで OK です。それでは続いて卵焼きを作っていきます。まずボウルに卵を割り入れてください。そして軽く溶きほぐします。軽く溶きほぐしたらここにお水を加えます。そしてあとはみりん、お砂糖、そして白だしを加えます。全部加えたらよく混ぜてください。この卵焼きの甘さもですね、お好みで調整してください。今回はね、ちょっと甘めの卵焼きにしていきます。そしてよく混ざったらこちらの卵液をこしていきます。一度卵液をこしていただくことで仕上がりがとても綺麗になります。では茶こしなどね、網目の細かいものを使ってこしていきましょう。はい、卵液の準備はこれで OK です。それでは卵焼き器で焼いていきます。まずフライパンにサラダ油を塗ってください。このように敷きます。こちらのサラダ油はまた使うので、このように器に置いておきましょう。そうしましたら火にかけます。火加
加減は中火です。このまま一度フライパンを30秒ほど温めてください。はい。で、30秒ほど経ったら、一度箸先に卵液をつけて、軽くシュッとやります。この時に焼ければ OK です。そうしましたら、火加減弱めの中火にします。卵液をだいたいお玉の半分ぐらいですね、流し入れてください。そして全体に広げます。で、広げたらこのままね、表面が固まるまで一旦待ちます。火加減弱めの中火から中火ぐらいで調整しながらやってみてください。表面の卵液が動かなくなったら下からね奥に寄せていきます。この時ねゴムベラを使っていただくとやりやすいと思います。こんな感じで芯を作ってください。そしたら空いてる部分にサラダ油を敷きます。そしてまた卵液を流し込んでください。今度はですねこの卵の下にも卵液を流し込みます。そしてまたここの表面が固まるまで待ちます。はい。で、表面が動かなくなったら、今度は奥から手前に向けて巻いていきます。よいしょ。ちょっとね、崩れちゃっても大丈夫です。はい。そしてちょっとね、形を整えます。一度裏返します。よいしょ。はい。そしてまた形を整えて、奥に戻します。あとはですね、先ほどと同じように、空いた部分にサラダ油を敷きます。はい。で、サラダ油を敷いたら、また卵液を流し入れます。そしてまた卵の下にも入れましょう。あとはね卵液がなくなるまで繰り返してください。そして全部巻き終わったら最後はねこのように箸でまた形を整えます。そして裏返します。よいしょ。はい。卵焼きはこれで OK です。卵焼きができたらまな板の上にキッチンペーパーを置いて、そして卵焼きを出します。やけどしないように注意してください。そしたらこの卵焼きをキッチンペーパーでくるみます。そして一度形を整えてください。はい、OK です。この状態で粗熱を取って冷ましてください。こうやっていただくと形が崩れず、そして乾燥も防ぐことができます。それでは続いてきゅうりを切っていきます。きゅうりはですねこの海苔の幅に合わせて切ります。まずヘタを切り落としてだいたい同じぐらいの長さの部分ですね。この部分を海苔に合わせて切ります。ちょっとはみ出るぐらいでも大丈夫です。よいしょ。そしてこれをですね縦半分に切ってください。そしてまた半分に切ります。はい、きゅうりはこれで OK です。で少しねこの切り口から水分が出てくるのでキッチンペーパーでね水分を拭き取ってください。はい、きゅうりはねこのように水分を拭き取って用意しておきましょう。続いて蒸しエビです。こちらの蒸しエビ尻尾がついてるのでここだけね切り落としちゃいます。切り落としていただいた方が食べやすいかなと思います。はい、蒸しエビはこれで OK です。続いてこちら冷ましておいた卵を切ります。こちらもですね手巻き海苔の大きさに合わせて幅を決めます。ここに置いて両端をね少し切り落とすぐらいでいいかなと思います。あとは3等分に切っていきます。はい。で縦3等分にしたらちょっとねこれだと大きいのでこれをまた半分ぐらいに切ります。大きいまま入れていただいてもどちらでも大丈夫です。はい。卵はこれで OK です。それでは寿司飯を作っていきます。まずはじめに調味料を合わせておきます。器にお酢、そしてお砂糖、あとは塩を加えてください。そしてよく混ぜましょう。はい、お砂糖のシャリという感じがなくなるまでしっかりと混ぜてください。それではボウルの中に熱々のご飯を入れてください。そしてここに合わせたお酢を回しかけます。回しかけたら手早く混ぜていきましょう。こうやってねお酢の水分を飛ばしながらね手早く混ぜていきます。もしね2人がかりで作る時は隣とかでね仰いでいただくといいかなと思います。はい、OK です。このように水分が飛ぶまでしっかりね空気に触れさせながら混ぜてください。そしたらこちらもねちょっと粗熱を取ります。粗熱を取る時は上に濡れ布巾かまたはキッチンペーパーなどをかぶせて粗熱を取ってください。はい、それでは巻いていきます。今回はね手巻き海苔用の小さめの巻きすを使っていきます。こ
ちら100円ショップで購入しました。この小さめのサイズじゃなくても普通のサイズの巻きすを使っていただいてもどちらでも OK です。そうしましたらこの上に海苔を置きます。海苔なんですけれどもちょっとザラついてる方とつるっとした方があります。このつるっとした方が表になるのでこれを下にします。そしてこの上にご飯を敷きましょう。結構ね薄めに敷くようにしてください。はい、このように敷きます。ポイントなのが巻き終わりですね。だいたい5ミリぐらい開けておいてください。それでは具材を乗せていきます。まずはじめに穴子をドーンと置きます。続いて隣に卵焼きです。続いてエビを置きます。そのエビの隣にかんぴょうを置きます。かんぴょうもですね、この海苔の長さに合わせて切ってみてください。そしてきゅうり、続いて桜でんぶ、そして椎茸をのせます。はい、このようにのせてください。具材を入れる目安なんですが、だいたい半分ぐらいに収まるぐらいに入れてください。そしたら手前から巻いていきます。手で具材を押さえながらまず一巻きしてください。一巻きしたらグッと押さえます。そしたらですね、この巻き始めの巻きすをクッと上げて、あとは巻きすを奥に引っ張るように巻いていきます。くるくるくるっと。はい、で巻き終わったらまたクックックときつめに巻いてください。そしたら巻きすを一度取ってください。巻きすを外したら手前に戻して、そしてまたくるくる巻き直します。そして輪ゴムで留めます。はい、こんな感じで輪ゴムで留めてください。それではこのまま5分ほどなじませます。はい、5分経ちました。それでは輪ゴムを外します。開けます。よいしょ。はい、これで完成です。とても美味しそうに仕上がってます。それではね、残りも同じように巻いていきます。はい、これで恵方巻きの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように具材がたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。丸々1本いただきたいと思います。今年2023年の方向は南南東ちょっとだけ南ぐらいの方向らしいので、ちょうどねうちのこのぐらいなので、ちょっとこちら側を向いていただきたいと思います。では手づかみで失礼します。しばしいただきたいと思います。いただきます。ごちそうさまでした。丸々1本美味しくいただきました。もう本当に具材もたっぷりです。すごく美味しく仕上がりました。味のバランスもちょうどいい仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の恵方巻きのポイントです。まずね、恵方巻きの具材なんですが、恵方巻きは7種類の具材を入れてください。こちらはですね、お好みのものを入れていただいて OK です。今回私はかんぴょうと椎茸の甘辛煮、そして卵焼き、蒸しエビ、きゅうり、桜でんぶ、穴子、こちらの7種類入れました。この7つを入れるとすごくね、味のバランスも良くなるので、ぜひね、こちらの具材でも作ってみてください。そして具材についてのポイントです。まず椎茸の甘辛煮なんですけれども、こちらはですね、戻し椎茸を使ってみてください。その戻し椎茸の戻し汁を使うことによって旨味がアップして美味しい仕上がりになります。そしてかんぴょうの甘辛煮を作る時のポイントです。こちらのかんぴょうはさっと水洗いしてから軽く塩もみしてください。この塩もみをしていただくと下茹でした時に水分が吸収しやすい状態になります。それによって柔らかい煮上がりになります。必ずね、塩もみしてから下茹でするようにしてください。そして卵焼きのポイントです。卵焼きは今回白だしを使いました。この白だしはですね、いろんな濃縮があると思いますので、味の濃さはお好みで調整してください。今回は甘めの卵焼きに仕上がってます。そして寿司飯を作る時のポイントです。寿司飯を作る時はまずね、合わせ酢を作ってそれからご飯に混ぜてください。そしてご飯なんですが、必ず熱々の状態のものを使って合わせ酢を加えたら手早くね、混ぜるようにしてください。そして巻く時のポイントです。今回はね、手巻
巻き海苔を使いました。まず海苔なんですけれども、ザラザラしてる方とツルツルしてる方があります。ザラザラしてる方が内側になるので、その面が上になるように海苔を置いてください。そしてその後寿司飯を乗せるんですけれども、巻き終わりだいたい5ミリぐらい開けておいてください。そうするとね、巻き終わった後にご飯が飛び出ることなく綺麗に巻き終わることができます。そして具材を乗せる時なんですけれども、だいたい手巻き海苔の手前半分ぐらいまで具材を乗せてください。そうするとね、綺麗な太巻きに仕上がります。そして巻く時はですね、まず一巻き具材を押さえながらくるっと巻いてください。その後は巻きすを少し浮かせて、そして奥の方に引っ張って巻くようにしてください。全部巻き終わったら一度開けて、そして巻きすの手前に戻してもう一度巻き直してください。あとは5分ほどなじませてから召し上がってください。今年はですね、先ほども言ったんですけれども、南南東のちょっとだけ南寄りぐらいの方向を向いて食べるみたいなので、ぜひね、皆さんもそちらの方向を向いて召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は恵方巻きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。